西親子のですね、夏休みトリップですよ。メイヒムたちとインドネシアのテロ諸島ですね、そこへサーフィンしに行ってきました。総勢10名です。インドネシア行くには羽田からジャカルタへ約7時間30分のフライト、それとジャカルタからパダンへ2時間のフライト、パダンからチャーター機プライベートジェットで45分乗るんですけれども、テロへ行きます。メイヒムたちはバリに行ってて、僕らは羽田からジャカルタ行ったんですけど、ジャカルタの空港で合流してパダンへみんなと向かいました。パダンに着いて、そこからホテルで1泊して、次の日の朝テロへチャーター機で飛ぶんですけれども、夜みんなでレストラン行ったところの風景ですね。サンティカっていうホテルに泊まって、いつも僕泊まってるとこなんですけれども、こうやってみんなでツアーの人たちが迎えに来てくれて、誰に尽くせりですね。車の運転なんかしなくて済むので、パダンの空港に着いてチャーター機に乗るところです。荷物を運んでるんですけれども、ボードケースとか荷物とか、飛行機が小さいので荷物がね乗せられる重さっていうのが決まってるんですよ。だから全員の体重、それと手荷物、それから預け荷物、サーフボード全てを測るんですよ。僕らやっぱ荷物多いんで、サーフボードケース2つ乗せることができなかったです。それと人間が1人乗ることができないっていうことが発覚して、別の飛行機で行くっていうことになったんですけれども、ただチャーター機こちらへ向かっている途中にパンクしちゃったらしいんですよ。それでこの日は飛ぶことができないので、またホテルサンティカへ一度戻りました。これはチャーター機に乗るのにみんなで車に乗せられてプライベートジェットの方に行ってるところなんですけれども、滑走路を車で走って向こうに飛行機が見えますよね。あれに乗るみたいなんですよ。もうワクワクドキドキです。10人がですねこの飛行機に乗るんですけれども、これに乗るのかみたいな感じで、パイロットさんと助手の人が1人ずついて、ジェイとウェイデンはタイヤチェックしてますね。タイヤがねパンクして飛べなかったっていう飛行機なんで、ちょっとビビりながらこの飛行機に乗ることになりました。パイロットさんの後ろの席に、ね、座らせてもらって、眺めは、ね、最高でした。結構ボロいんですよ飛行機が。画面だと分かんないですけど、結構古かったです。この飛行機プロペラで飛ぶんで大丈夫かなのかなっていう感じだったんですけど、マットは海面乗ってるんで慣れてるみたい。飛びましたよね。ふわーっとね浮いてるんですよ。こんな感じで、ね、乗っていきます。パダンの街を飛んで、だいたい45分飛行機で向こうまでかかるんですよ。島の方まで。島から島へなんで、途中ほとんど海なんですけれども、すごく綺麗でしたね。上空からの景色ですね。すごい綺麗なんですよ。水が綺麗なんで景色も綺麗ですよね。こんな感じで景色を楽しみながらテロ諸島の方に来ました。ここはプライベートジェットでないとアクセスできないので、開発されてないんですよまだ全然。だから人も少ないし、文明が入っていないっていうか、滑走路見えてきました。ここに降り立ちます。テロ諸島、なんで僕らが行ったっていうかと、ここはインドネシアの波もワールドクラスの波があって、空いている混雑と無縁でサーフィンできるっていうところなんですよ。世界各国波のいいところってメジャーにだんだんなっていくんで、結構混んじゃうじゃないですか。それがねまだこの辺はないというか、少ないというか、まだねみんな知らないというか、そういったところなんですよ。これからちっちゃい、ね、バイクがね先頭にくっついてて、この遊園地みたいな乗り物で、それにみんなで乗ってこの船に乗るんですよ。船に乗って島のリゾート、テロロッジっていうんですけれども、テロロッジのリゾートに行きます。すごく綺麗な施設があって、そこをベースにサーフィンするんですけど、僕らはね初めてなのでもうワクワクしてました。この時見えてきました。これがテロロッジです。真ん中にレストランがドーンってね大きい屋根のところあって、左右にゲストルーム、部屋があるんですよ。僕らはマットと同じ部屋に、ね、泊まりましたけれども、同じ棟ですね。メインのところですね。いきなりライトのマシンブレーク無人ですよ。ブレイクしてました。マネージャーがここね、これからの島の過ごし方とかね、いろいろ教えてくれます。ロッカールームがあるんですよ。サーフボードの。そこにボードをしまうことができます。これはね僕とマットがね泊まってたところですね。朝の感じかな。これはこんな感じでね、目の前でねライトのリーフブレイク、すごい綺麗なね波がね毎日崩れてるんですよ。あっちの方がレストランでみんなでご飯食べてますけどね、夜ご飯食べてるとこなんですけれども、サーフガイドの人が明日の波はこんな感じだから明日はどこどこに行くよみたいな感じで教えてくれるんですよ。だからね、明日は何時に集合だよとか、これはね朝ごはんグラノラシリアルですよね。ミルクがあったり、ジャムとトーストを焼
けるようになってたりします。コーヒーもね用意されててオールインクルーシブなんで3食食事がつくのと、あとオムレツだったりパンケーキだったりアサイボールだったり、そういったものもねオーダーすることができます。それも全部無料です。タオル持ってますよね。毎回サーフセッション部屋のシャワーとかですよね、アメニティに用意してくれるんですよ。だからボートにナッツだったりスナックだったり飲み物なんかも全部積んでくれて、水だったりビールだったり炭酸飲料だったりジュースだったり、大きなボートに乗り換えていくんですけれども、これはスピードボートです。この時はちょうどミドルタイドなんで大きいボートが手前まで来ることができたので、ボートに乗ってポイントまで行けます。ロータイドの時は大きなボートは手前まで入ってこれない、小さなボート、走ってたボートありますよね、そのボートに乗り換えていくんです。これは朝早く起きてちょっと遠くのポイントに行こうっていう、遠くっつってもね30分なんですけど、ボート乗っていくところですね、夜明けとともにみんなで用意していきました。なんで夜明けとともに行くかっていうと、他のグループが先にサーフィンしてたら待ってなきゃいけないので、一番に着くことによって僕らがポイントに貸し切れるんですよ。これロータイドの時ちっちゃなボートの方に歩いてってますよね。大きなボートが入ってこれないので、スピードボートに乗り換えるのに小さなボートに乗って大きなボートに乗ってポイントまで20分30分行きますね。でも目の前にライトのブレークがあって誰も乗ってないんですけれど、毎日眺めてましたけど、そこでもサーフィンしました。これは僕と J 息子が1階のところに泊まってて、2階にマットとリバー2人が泊まってました。ルームツアー行ってみましょう。はい、入り口入って右側ダブルベッドが2つあるんですよ、奥と手前に。まっすぐ行くとバスルーム、ここに洗面とシャワーとトイレがあります。十分な広さですよ。僕が寝てたところのベッドです。目の前海なんですよ。しかも水の上、海の上なんですよ。ライトの極上のブレークがずっと、誰もサーフィンしてないんですよね。ここでねメールだったり仕事しながら Wi-Fi も普通にねキャッチできるので、ここにねバルコニーみたいのがあって、長い椅子があって、目の前がこんな感じで水の上です。めちゃくちゃ綺麗、すごく綺麗です。カニだったり魚だったり泳いでるのが見えます。右と左に木で覆いかぶさっててジャングルみたいですごく綺麗でした。夢の世界、誰もいない人気のないビーチ、目の前にはライトのブレーク、常にオーバーヘッドの波が崩れてるんですよ。パラダイスですよね。サーフィン好きな人だったらねずっとサーフィンしてられますよ。ここみんなのサーフボード並んでますね。ロストチームなんでロストサーフボードばっかりです。これは僕らがいたテロロッジの前のブレイクライトです。名前がマックスライトと言います。すごい極上の波じゃないですか。誰もサーフィンしてないんですよ。僕らだけで貸し切れるんです。24時間ずっとこんな感じで、横から見ると惚れ惚れの波ではないんですよ。オールレベルの人を受け入れてくれます。インサイドのところが浅い部分がありますけれども、テイクオフなんかねすごくねイージーです。こんな感じの波ですね。これね J ですね。波はねこんな感じでねブレイク綺麗にブレイクするんで、これ J はねラウンドノーズフィッシュ96のライトスピードですね。大好きなボード乗ってますね。ドライバー 3.0 とこのねライトスピードのラウンドノーズフィッシュ96ね J はね今ねすごく好んで乗ってます。これはね上空からカメラマンのエリースが撮ってくれた映像ですね。これまた別の日かな、ちょっと波の感じが違いますからね。これはねインドネシアのチームライダー KK カラニですね。カラニが乗ってます。はい、これはねこれもねマックスライトの波ですね。こんな感じでね、もう波の、ね、小さな時でもねこれぐらいのブレークはあるんでね、もう本当ファンウェーブですね。後ろでね乗ってたのはウェイデンですね。これね僕西がね乗ってますね。こんな感じで波がねすごくね惚れ惚れの波じゃないので結構ね楽しいですよ。ここはねこれはリバーですね。リバーが、ね、サーフィンしてますね。もうああやってねボンって落ちてもそんなに、ね、浅くないので、ここはね結構ね普通のオールレベルの人が楽しめると思います。ちょっとねした感じでああやって、ね、バレルっぽい波もねあるので、もう本当練習になりますね。ここねめちゃくちゃ気持ちよさそうじゃないですか。誰も海にいないですよ、僕たちだけで。これウェイデンですね。これはねサンクレメンテのスーパーキッズ、これからね上手くなるねキッズですね。この12歳かな、この子めちゃくちゃうまいんですよ。この子もうねWSA のねタイトルとかね結構ねこの子取ってるんで、これからねどんどんね上手になってね名前をね皆さんね聞くようになってくると思います。うまいですよ。はい。
はい、でねこれ同じねマックスライトのところで西井がねサーフィンしてる写真ですね。カメラマンのエリスっていう女の子がいて、毎ラウンド最後の人が海から上がるまでずっと撮影しててくれるんですよ。すごく真面目なカメラマンの人ですごいずっと集中して撮影してくれてました。これマットですね。マットがねこれマックスライトの波に乗ってますね。もうスムースオペレーターで気持ちよさそうに乗ってますよね。マットもねここの波ね僕よりもね経験ね何度か来てるみたいなんでよく知っててねうまくね乗ってました。これは島の裏側にあるボートで5分ぐらいで着くんですけれども、レフトのブレイクマックスレフトっていうのがあるんですよ。この島には2つのブレイクがあって、そこでねサーフィンすることが簡単にいつでもできるんですけれども、ここのレフトのブレイクは結構他のリゾートからも人が来てて、僕らだけの時もありましたけれども、何人か一緒にグループでサーフィンすることもありました。インサイドがねクローズアウトしないんですよ。だからインサイドにはね帽子をかぶったサーフィンまだ1ヶ月しかしてないとかっていうね人なんかも来てました。これ J です。乗ってるボードはドライバー 3.0 ですね。このボードに調子良かったんですけど、リーフにぶつけてフィン折っちゃったんですよ。これはラウンドノーズフィッシュ96です。ライトスピード2です。 J がすごく最近気に入って乗ってるボードで、背がねだんだん J も高くなってきたんで、ちょっとねこのボードちっちゃくなってきたななんて言ってましたけれども、インドネシアの若手ライダー J と同じのね16歳になる子なんですけれども、カラニって言います。カラリー・ライアン。彼は KK っていうニックネームで親しまれてるんですけれども、手足が長くて体が細いんですよ。先日彼コーリー・ロペスに弟子入りしてサーフィンに教わったみたいで、バックサイドのバレルだったり上手くなってました。西井です。西井が乗ってるのはラウンドノーズフィッシュラウンド RNR プレセボです。54ボード。このボードすごくねここの波質に合ってましたね。なんかブレイクの速さとこのボードのフレックスがすごくマッチしてました。セクションがどんどんできてきて長く乗れるんですよ。もう恐ろしく、もう足がねパンパンになっちゃうぐらい、ほっとくとどんどんインサイドまで行っちゃうんで、戻るの大変なぐらいの波でした。島から近いので夕方に軽く、ね、サーフィンしようかっていう時とか、ここで、ね、サーフィンした回数はねここでね一番多かったのかな。マックスレフトっていうところなんですけれども、これねカメラマンのねエリースがね撮ってくれてる映像ですね。ドローンでね、もう彼女は陸からも撮りますし、ドローンでも撮影してくれるし、水中カメラ水の中に入って泳いで撮影もしてくれます。もちろんねボートの上からも撮ってくれるし、その日その時の波質に合わせていろんなカメラをボートの中に積んであって撮影してくれるんですよ。僕らのグループだけで10人分あるんですけれども、全部のライディング撮り逃しももちろんあるんですけれども、こうやってね撮ってくれるんで映像が残るのがいいですよね。自分のサーフィンを、ね、見ることができるので、ビデオも嬉しいですけど写真のね撮ってくれるんで、プレセボのラウンドノーズラウンド、これ調子いいです。すごい柔らかくてしなるんですよ。ラインがねパンプしないでもねどんどんね乗ってけてるじゃないですか。スピード性プレセボって乗りやすさがあるのですごくね調子いいので、ぜひラウンドノーズラウンドトリップなんかにいいですよね。なんでかっていうとフィッシュテールじゃなくてラウンドテールなんで、ちょっと大きめのボードで乗ってもらうと折れた波なんかでも全然対応できるので、これはリバーですね。別の日でこれはサイズのある日でセット乗ったのかな。乗ってるボードは確かライトスピード2のラウンドノーズフィッシュ96ですね。赤いレール抜いたら確かそうだったんで、上空からこれはサンクレメンテのスーパーキッズウェイロンです。ウェイロンは本当波の本数乗るんですよ。これコンペティターには絶対に必要な能力なんですけど、西の多分10倍ぐらい同じセッションで乗りますよ。本数ねバンバン波乗るんで、彼上手くなりそうですよ。パッションがあるっていうかバネがあるっていうか元気がいいっていうか、そういった子なんでちょっとね注目しててください。結構うまいですよね。ロストのねサーフボードのチームライダーでもありますし、フーワックスのチームライダーでもあるんですよ。今ね1枚目はね西井ですね。2枚目は J、 3枚目これスムースオペレーター、このマックスレフトでもねスムースオペレーターのボード乗りました。これは J はドライバー 3.0 ですね。水中からエリースがね撮ってくれたね映像ですね。セッションで写真が残るのいいですよね。毎セッションこうやって撮ってくれるなんてね最高じゃないですか。思い出というかこの日のベストショットみたいのいい写真だけね載せてますけど、他にも写真が無数にあるんですよ。全部を載せるととんでもないことになっちゃうんで載せてないですけれども、これカラにですね、カラにね飛んでます。ニューモデルですよ。これから出るやつ、ロストのハイパフォーマンスモデルテストしてました。すっごい速いって言ってましたよ。これはドライバー 3.0 ですね。カットバック
いいですね。うまいんですよこの子もこれからワールドツアーを目指して出てくる選手なんで、皆さん名前を覚えてあげてください。カラニ・ライアンです。通称 KK です。チューブも入ってました。マックスレフト、たまにダイレクションってうねりがとチューブになってました。これメイヘムです。スムースオペレーター乗りまくって、なんか幻想的な写真ですごく綺麗じゃないですか。マットはスムースオペレーターにこのトリップでね、すごい何本もいろんなスムースオペレーター持ってきてて乗りまくってましたね。これはリバですね。リバがねいいフォームしてます。ラウンドノーズフィッシュ96のライトスピード2、これはウェイラムです。エアーばっかりしてるんです。フーワックスチームライダーですよ。メイヒムのチームライダーで、これまた違うボードでリップしてますけど、これもかっこいい写真じゃないですか。これ西井です。ラウンドノーズフィッシュラウンド54乗ってます。このボード、ここのポイントにすごく合いました。フレックスがいいですよね。プレセボのボードって本当おすすめです。エリースが撮ってくれた写真を皆さんにご覧になってもらおうと思います。エリースがねいい写真撮ってくれるんですよ。サーフィンだけじゃなくてサーフィン以外にもライフスタイル、僕らのオフショット撮ってくれるんですよね。上から見るとこんな感じらしいんですけど、ロストインドネシアのゾイですね、女の子が。これはロストインドネシアのオーナーのピート・フリーデンです。 J がねドルフィンスルーしてるところすごい綺麗じゃないですか。夕方サーフィンしに行ったところのスクールヤードっていうところかな。これは、ね、一緒に来てたウェイレンのお姉さんエリーです。これはシュノーケリングかな。水の中見るとね魚がいるんですよ。あれ本当に波落ちしてて、ああいう魚ねいっぱい見ました。子供たち楽しそうです。リバちょっとかっこいい写真ですね。これはガールズチーム、エリーとゾイ、マットがほら見ろすげえいい波だろうみたいな感じでね手を挙げてます。子供たちほっとくとね、この上から飛び込み大会が、ね、毎回始まってました。これを、ね、朝早くポイントについて波チェックしてるところですね。これが、ね、カラニですね。KK、なかなか男前で、ね、子供たちは釣りやったりすごく、ね、楽しそうでしたね。これは空港に向かう連れてってくれたやつですよね。マットが学生さんたちに、ね、手を振って、ね、これ夕日めちゃくちゃ綺麗です。インドネシアってねこんな感じで夕日がすっごい綺麗になるんですよね。スクールヤードっていうポイントのところです。メローな感じで長く気持ちよく乗れる波で、ここでサーフィンしに行こうっていうことになったんですけれども、なんでここに行ったかっていうと、ちょっとこの風が悪くて他のポイントが良くないので、波はちっちゃいんだけどここ行こうみたいな感じで、波がちっちゃいんで、ちっちゃいって言ってもこれぐらいあるんですけども、子供たちは一つのボートで2人で乗って遊んでたり、僕はマットがスムースオペレーター持ってった方がいいぞなんて言うんで、64のスムースオペレーターでそれ持ってきました。ちょっと波がね途中熱くなったりするんですけれども、ここはここで楽しかったです。スムースオペレーター乗ってます。僕インドネシアのトリップにね必ず持ってくんですよ。マットもスムースオペレーター乗ってます。なんでかっていうと、ガンみたいな感じで使うことができるんですよね。これねウェイデンはね、これねよく見るとラウンドノーズフィッシュ96、これリバーのボード乗ってるんですよ。ウェイデンにしてみれば、ね、ビッグボードなんで、子供がでっかいボードに乗ってるみたいな。これ55の、ね、ストックディメンションと同じなんで 28.5 リッターぐらいあるんですけど、まあ走るちっちゃい子供がミッドレングスに乗ってるような感じでですね、楽しそうにしてました。これマットさんです。スムースオペレーターかな乗ってるのは。マットもねすごい楽しそうに寝てました。この時はリバーもねメイヒムにサーフボードのオーダー会が始まっちゃいました。みんなやっぱサーフィン見てもらって自分が乗ってるボードを相談しながらマットにボードをねオーダーしてました。上手い人はねどんどん奥から乗れるし、これはねインドネシアのカラニですよね。バックサイドバレルでこうやってねチューブに入れるので、なかなか体勢ってねすること難しいんですけれども、